ハイデルベルグアシスタントの方は2018年の12月でしょうか、そちらでラインナップされているかと思うんですが、その導入ラインナップされてからですね、最初から使っているというのが、現状でございます。で、我々ですね、生産、稼働分析とかそういう機械のですね、生産実績を統計を取って、加工して現場にですね、生産の効率を行っているよという形のですね、数字を出す、仕事をしたりするんですが、それにはですね、非常にこのハイデルベルグアシスタントが有効に機能してまして、非常に役立つツールとして便利に使わせていただいています。我々の部署がですね、私他に2名いるんですが、その他ですね、現場のマネージャークラスのものがですね、3人ほどいますので、5、6名がですね使っているというところが現状かと思います。見るものによってやはり頻度は違うと思うんですが、この機能の中でですね、現場、機械のメンテナンスですとか、そういったところのですね、スケジュールを見る場合は、その都度発生した旅になるんですが、大体このアシスタントに関しては、月間統計というかですね、総合的にまとまった結果が出てきますので、大体1週間あとはそれ以内の1週間に2回ぐらいでしょうかね、それを見ながらですね、生産の結果がどういうふうになっているかっていうのを見ていってます。はい、はい、アシスタントの中で、私よく使っているのがこのパフォーマンスチャートというところです。こちらを開いていくとですね、こちらがですね、OEE というですね数字が各ですね月単位でそれぞれの我々の会社が稼働しているですね印刷機 Excel1057L とですね、あと Excel1008P の2台今回導入しました機械も含めてですが、それの OEE1 万の数字が月間出てきてます。で OEE のの中でもですね、この OEE1 万と OEE っていう数字があるんですが、私がよく見ているのはこの OEE1 万というところです。で OEE はロットがやっぱり変わってしまうと、数字が変わってくるので、その絶対的な生産効率の指標としてはこの OEE の1万、これ1万枚の投資枚数と想定した場合の OEE はどうなるかっていうところで、この数字が決まってますので、この数字がですね、右肩上がりに上昇していれば良くなってますし、逆に下がっているとあまり良くないというような形になってまいります。で、見ていただくとあれなんですけれど、2号機の方ですね、導入当初まだまだ試運転段階だったのでなかったんですが、導入してから3月4月となってきた時にですね、右肩上がりに生産が上がってきているというところが分かるかと思います。こういったですね稼働の動き方を見ながらですね、当然その各月で生産の難しさですとかトラブルがあったとかさまざまなものがあったりしますので、じゃあどういうあとは当然我々の中の改善の活動というものがあるので、その改造の活動の効果がOE1 万で考えた場合に良くなったのか悪くなったのか効果的だったのかどうかっていうのを見ていくというような形になってまいります。あとはこちらのこの OE のさらにですね、この詳細っていうのがございまして、これも OE もですね、OE 時間、これはどれぐらい電源のオンの時間に対してどれぐらいの時間印刷をしているかの割合です。であとはこの OE 速度っていうのが OE 各機械のですね最高印刷回転を 100% した場合に何割ぐらいの生産性ですね、何%のスペックで印刷をしているかというのを表している数字です。あとはこの OE 品質っていうのがあって、通した枚数のうち何%が良品になったかっていうのが出ているというようなところでございます。なので、それぞれですねこの時間っていうのが我々はよく OE 時間っていうのを注視しているんですが、これが高ければ高い方ですね、無駄なくですね生産をしているという形になって、あとはこの速度っていうところですね、こちらの方を見ているとどれだけの印刷のですね
生産能力を使い切っているかっていうのが見ることができます。であとはどんどんいくとさまざまな印刷枚数、実績ですとか、あとは準備時間がどれぐらい、これ月の中のですね平均の準備時間なんですが、準備時間がどれぐらいで終わってるかっていうのが機械のデータ、先ほど言った OE もそうなんですが、機械からのデータを元にしての数値ですので、非常に正しい数字が表示されて、信憑性のある結果としてですね現場にフィードバックすることができるという形になります。はい、あとはいろいろ平均印刷速度、この印刷速度ですね、先ほどは OE のパーセントだったんですが、実際の速度はどうだったかとか、こういったものがですね月間単位で出てくるというところです。あとは最近アシスタントの方もですねどれぐらいでしょうか、2ヶ月3ヶ月ぐらいでしょうかね、バージョンアップをよくするんですが、さまざまな機能がまた追加されてきます。でこちらですねフィーダーの停止の回数ですねですとか、あとはデリバリーの停止の回数、あとは2枚差しが起きているのかっていうところのですね回数をですねそれぞれこれも統計で月間単位で各機械がの結果をですね表示してくれます。なのでやっぱりコンディションが悪いよって言ってあればこの結果は悪くなりますし、何かしらのですね機械の異常ですとか、もしくはオペレーターの技能の問題ですとか、そういったところで、我々もさまざまなマルチ化をやっているので、オペレーターが新しいオペレーターが新しい機械に入った時にですねどうしてもいろいろな生産性の結果が落ちてきます。でそれに対して、結果は結果としてですねオペレーターに見せながら、じゃああなたはこういう形なので何を直さなきゃいけないのかっていうところをですね改善策を提示して、あとはそれが結果となって、またオペレーターの方にですね出ていればオペレーターのまたモチベーションも上がってきて、生産性の向上につながっていくというような格好になっているのかなと思っています。はい、サポートっていうところですね。こちらハイデルベルグさんの中のですねメンテナンスサービスの方のスケジュールと、あとは、部品を発注した時のですね納品の状態がこのスケジューラーの中に出てきます。なので、一応ですね、いつ、機械がですねメンテナンスが入るのか、あとは部品の入荷がいつになるのかっていうのがこのスケジューラーの方で、管理することができます。昔我々もこういう修繕管理とかそういったことをですねやっていたんですけれど、こういったアシスタントを使った中でサービスの方の情報がここに出ますので、さまざまな問い合わせをですね我々昔は設備の管理部署が一旦仲介してハイデルさんと機械メーカーさんですとかお話をしていたんですが、今はもう直接ですね現場のものがですねメーカーさんの方と話して、こちら必要であればですねさまざまなメール問い合わせですとか、あとは直接電話って形もあるんですが、問い合わせができる形になってますので、非常にそのオペレーター自体がメーカーさんの方とお話をしながらで確実に結果が残ってきてくるので、安心して任せてられるツールになるのかなというふうに感じています。はい、あとはですねこちらの同じなんですけど、オーダートラッキングも同じようなところです。こちらも発注した部品がですね配送日がいつで、いつ注文したものが配送日がいつで、トラッキング履歴トラッキングリンクっていうのがあって、こういうですねいついつ着きますよっていうのがちゃんと分かりますので、非常にこういった意味では便利ですねっていうふうに感じています。はい、あとは管理っていうのがあって、我々やってる保守契約書ですとか、あとは納品書ですとかそういったものがですね出ると。こちらも保守契約一覧なので、どんな契約が結んでいて、これが契約がいつで終了日がいつだというたまに保守契約がなんていうんでしょうかね、ギリギリになってから「いや更新だ!」なんて言って慌てる時があるんですけど、そういうことはこういったところで一目瞭然になってますので、それぞれドキュメント管理っていうのは各社やられてるかと思うんですが、なかなか煩雑なところがございますので、こういうのはこの辺で一覧で見ることができるというところで便利だなというふうに思っています。
きます。こちらのプリントショップまた戻るんですけど、その中のパフォーマンスベンチマーキングっていうのがあって、こちらの方がこちらですね。生産効率っていうのが、じゃあ自分たちがどの位置、絶対、社内で自分たちではいいと思っていても、全体とその印刷業界全体の中でどのぐらいに位置するんだっていうのがやっぱり気になるところかなと思うんですが、それがですね、このパフォーマンスベンチマーキングの中ではですね、これこのちょうど平均値っていうことに対してこのバロメーターがギュ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 ッと上がっていくんですが、この今こちらの位置は弊社のExcel106 の1号機の位置でございます。でこちらでエクセレントおめでとうございます、選択されたジョブクラスター内でトップパフォーマンスですなんて来てるんで、よしよしと思ってこう見てるんですけれど、そういうですねモチベーションのですね、維持というものにも使えたりできます。あとはこちらの、予防保全っていうところですね。こちらの方を、こちらも1号機なんですけど、さまざまなですね、こちらExcel106 の方はですね、このバージョンから自分からさまざまなエラーメッセージを発信して、それがハイデルさんのクラウドなのかそちらのシステムの中で入った中でですね、トラブルの履歴が管理されています。でそれをまた各月ごとにですね、表示していくと格好になります。この予知メッセージっていうのがこれ緑のやつが機械から発信されているメッセージなんですけれど、これが各月でなんか起きてるねっていうと、ハイデルさんの方から何かありましたよっていう連絡も来ますし、我々の方からも何かおかしいよねっていうのが共通認識できるよねっていうことと、あとはこれお客様からの電話っていうふうになるんですが、我々のオペレーターがですね電話をすると、この月何回ぐらい当社からハイデルさんに電話しましたよっていうのが分かります。で電話が多いとこの月なんかあるよねっていうようなですね、ところがあったりするので、また過去に立ち返った時にですね、なんかこの時にですね、いろいろ何かあったけどなんかどうだったかなっていうところをですね、立ち返ってですね見ることができるというような形になりますね。こちらこの e コールはそのまま E メールで問い合わせたものがそのまま回数になってくるので、全体どういうふうな形で機械のですね、何かしらの危険予知っていうものがですね、これが形で回数になって出てくるので、そういうリスク管理っていう意味では非常にいいのかなというふうに思ってます。あとはこの Excel106 は非常に自動化を進んだ機械で、特に殺版交換が非常に早い機械です。逆にこの版交換のシステムがですねトラブルが起きたりすると生産性に非常に影響が出ますので、これも気になるところなんですが、こちらのですね版交換の状態、成功数ですとか版交換のエラー、あとは版交換の成功率っていうのがグラフに出てます。当然おかしくなるとこれがじわ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 っと下がってくるってなんだろうなと思ってますので、今のところほぼほぼですね100%に近い状態で、ずっとですね、こちら2020年の1月からですね2021年の4月までですねほぼほぼ100の近い状態で来ているので、いい状態で機械が維持されているねっていうところがよくわかるので、非常にありがたい機能になっています。あとは版交換の回数ですとかね、こちらもどれぐらい版交換したとかですね、いろいろ見ながらですね、機械の負荷というかですね、それも見ることができるというところでございます。はい、e ショップを使ってます。はい、発注するときにですね、当然割引も効きますので。そうですね、稼働と当社も作業集計システムっていうのがありますので、それバーコードを使った作業日報からデータを取ってですね、それが CSV データできて、それをまた、加工してでレポーティングしてっていうものでですね、1名のものがですねそうですね、0.5人区ぐらいになってるでしょうかね、やってですねさまざまなやった履歴があります。当然実はハイデルベルグ社の製品だけじゃないので、当社の機械は他のビジネスフォームの印刷機ですとかそういったものもありますから、当然統計士を作ってるんですが、こういったですね、このシステムを使えばそういった今、
当社のハイデルベルグさんの万葉印刷機は当社の生産の非常に核になる印刷機ですから、最も大事な生産統計だと思ってます。それについてはほとんど手間をかけずに、あとはより正確なものが分かりますので、非常に有効に使わせていただいております。こちらのですね、マンスリーレポートっていう機能があってですね、これがですね、当社の今あった Excel1068P の1号機のですね、月間の生産性の分析のレポートです。もうこれがもう自動的に出来上がってます。ハイデルさんのそのアシスタントの中で。で、実はこの内容を見ると、我々がよく分析するような結果がほぼほぼ網羅されてます。はい。こちらが生産数ですとか、あとはこれもまたね、グラフ以外に数値としてまとめたもの、あとは先ほどからお話ししている OEE と OEE1 万の状態で、あとはそれの中の詳細、OEE の時間、品質、速度、品質っていうもののグラフです。で、あとはそれの数値結果っていうものが出てますので、大体我々が稼働分析とかするとこういったものを分析して、あとはグラフにしたり表にしたりっていうことをするんですが、もうこれがもう自動的にできているので、正直我々スタッフ業の何分の1かは廃業だなっていうようないらないよねっていうところがあって、逆にこういった業務がなくなる分だけですね、他のもっと大事なですね、生産効率を上げるための改善策を考えるですとか、そういった業務の方に力が割くことができますので、非常にいい機能だなというふうに見ています。この事態を見て現場のですねマネージャーがこの辺を見ながらですね、本当生産性はどうなのかなというところを見てですね、やっていけるのかなというふうに思ってますので、非常にありがたい機能だなと思います。はい。